ある夜のこと、あなたは自宅に帰るついでに郵便ポストを覗いてみると、中に黒いもやのようなもので何も見えないことに気がつきました。携帯電話のライトを当てても光が届かない。その暗闇にそっと手を差し伸べると、ぬるりと水っぽい何かがあなたの手に触れました。驚いたあなたはすぐに手を引っ込めると、黒い霧がいつの間にか消え、ポストに投函された手紙だけが残っていました。最初は寝ぼけていたと思ったあなたですが、次の日も、また次の日も、郵便ポストを開けると、水っぽいそれが手を触り、引っ込めると消えてしまいます。さすがに気味悪がったあなたは、郵便ポストを開ける前に、知り合いに代わりに手を入れさせてみたりしました。しかし、入れてくれた人からは、何も触られなかったと言われるだけ。どうやら、この奇妙な体験をしているのは自分のみだと、あなたは気づきます。後日、あなたは自分のポストに、あなたは何がしたいのとだけ書いた手紙を入れました。半信半疑で入れてみましたが、ポストからタコ足のような何かが手紙をつかみ、筆の代わりに濡れた痕跡で、驚かせてしまってごめんね。話し相手になってほしい。と、ひらがなで書かれていました。あなたは気味悪さを感じましたが、ほんの少し可愛らしいとも思いました。それ以来、あなたは郵便ポストに向けて挨拶をするようになりました。おはよう、ただいま、と声をかけると、投函したものをまとめて入り口から出してくれます。言葉はありませんし、そもそも何者かもわかりません。しかし、何かは自分が迷惑がっていた無意味なビラを抜いてくれたり、バイバイと言うと手を振ってきます。あなたは次第に慣れていきました。鉛筆を気まぐれに入れてみたら、それは文字を覚え始め、チラシの白いところに文字を書き始めます。あなたが仕事で疲れていると、大丈夫と一言書いたり、たまに大好きとそれから送られます。あなたは
何かの行動を見て、いつしか親しみを抱くようになりました。そんな日々がしばらく続いて、ある朝目を覚ますと、あなたは見知らぬ部屋にいました。ぼんやりとした視界が明けても、あなたはなぜこの部屋にいるのかはわかりません。いや、そもそもここは人間の部屋なのかもわかりません。見渡す限り、薄いピンク色の粘膜が周りを覆っています。人間が住んでいるような家具は一つもなく、ピンク色の壁や床がしきりに動いているだけ。ここは単なる部屋ではなく、まるで何か生き物の内臓の中ではないだろうかと、あなたは身を震わせました。あなたはなぜこうなったのかを思い出そうとします。最後に思い出せるのは、家に帰ろうとした直後、ちょうどいつものようにポストに住むあれに、ただいま、と声をかけたあたりです。そこからはよく覚えていません。歩こうにも足に絡みつく粘液で立つことすらできません。出口を探そうにも、上を見上げても向こう側を見ても、光のない真っ暗な闇しか広がらない。それにあなたは息を飲みました。おはよう。よく眠れたかな。視界の向こう側から男の姿が見えました。必死に目を凝らすと、顔立ちは男性で、チラシでよく見ていた俳優の姿そのものでした。何が何だかわからないうちに男は続けます。あれ？この顔じゃダメ？君がよく見てた顔にしてみたんだけどな。じゃあ、これとかどうかな。ドロリと、男の顔が溶け出して、ぐちゃぐちゃになりながら顔を変えていきます。よく見ていた爽やかな顔立ちの俳優、老眼が売りなアイドルの顔、老人の顔、自分の顔。それは顔を変えて何か考えながら、やがて最初にしていた男の顔に戻しました。やっぱりこっちの顔の方がいいよね。ね、僕のことわからないかな。あなたは動揺しています。ただ、確かに一つだけ心当たりがあります。自分が今怪我されている粘膜のようなものは、今まで挨拶を交わしていたあれではないかと。あなたは郵便ポストの君と聞きます。そうだよ。そうそう。君をここに連れてきたかったんだ。
仕事とか、いっぱい辛いことを忘れようね。男は近寄って、あなたの頬を撫でると、あの粘液がつきます。恐怖と気味悪さで手を払いたい。だけど、寝かされて全身がずぶ濡れでいるせいで、うまく動かせません。気持ち悪そうだね。脱いじゃおっか。男がそう言うと、地面から粘膜を覆ったいくつものそれが出てきて、あなたに向かっていきます。恐怖で逃げようとすると、足がもつれて逃げられない。そんなあなたの手足は、すぐにそれに巻きつかれ、それはやがて、服の中に入っていきます。あなたは、暴れ回ろうとします。しかし、触手はあなたの服をじっくりと溶かしていることに気づき、恐ろしくて抵抗をやめてしまいます。やがて、衣服を一つも身につけない姿になったあなたの体を、触手は撫で回します。